はい、今回はザ・バーズのパート2です。前回ザ・バーズ結成からファーストアルバムミスター・タンブリンマンまでを動画にしました。1960年代中頃、アメリカのフォークシーンで活動していたロジャー・マッギン、ジーン・クラーク、デビッド・クロスビー、クリス・ヒルマン、マイケル・クラークがザ・バーズとしてデビュー。1965年、ボブ・ディランのカバー曲ミスター・タンブリンマンが大ヒットし、フォークソングとビートルズなどのロックンロールが融合されたフォークロックというジャンルが生まれ、台頭してきた経緯を話しました。できましたらその前回ザ・バーズの1回目の動画も合わせてご覧ください。ザ・バーズはファーストアルバムミスター・タンブリンマンリリース後、1965年10月にサードシングルターンターンターンをリリースします。これはピート・シーガー作による旧約聖書の一節を元にした曲で、1964年にジュディ・コリンズがアルバム収録曲として録音。そこにロジャー・マッギンがギターとバンジョーで参加していて、それを元にザ・バーズはロックバンドのアレンジで演奏し、このシングルはアメリカのチャートで1位を獲得する大ヒットとなります。続いて1965年12月に同名のセカンドアルバムターンターンターンをリリース。アメリカで17位、イギリスで11位と、ファーストには及ばないまでもヒットを記録しました。1曲目ターンターンターンはロックのアレンジになっているとはいえ、落ち着いた品格みたいなものを感じさせる曲ですね。2曲目 It Won't Be Long。 この曲は1964年彼らがザ・バーズとなる前、ザ・ビーフィーターズという名義で1枚だけ出したシングルの B 面として発表されていました。そのリメイクということですが、よりエレクトリックでかっこいいアレンジになっていますね。3曲目 Set You Free This Time はジーン・クラーク作のバラード。シングルカットされましたがヒットには至らなかったようです。4曲目 Lay Down Your Weary Tune と9曲目時代は変わるはボブ・ディランのカバー。デビューから2曲連続でシングルはディランのカバーだったこともあり、ディランのカバーに頼りすぎるという批判もあったようですが、このアルバムでは2曲と、だいぶ減らしています。5曲目 He Was a Friend of Mine。 これはトラットフォークのカバーですが、ロジャー・マッギンが歌詞をジョン・ F ・ケネディ元大統領に関したものに変えて収録しています。8曲目の If You Are Gone はこちらもジーン・クラークによるバラードですが、まるでシンセパッドのようなコーラスがどこか神聖な感じにも聞こえます。10曲目 Wait and See はロジャー・マッギン、デビッド・クロスビーによる共作。ここで初めてデビッド・クロスビーの名前が作曲者として上がってきましたが、クロスビー曰く自分がどれだけ貢献したか覚えていないだそうです。確かに後のクロスビーの曲と比べると特にひねりのない普通の曲って感じがしますね。11曲目オー・スザーナ。この曲はよく聴く曲で、古いトラッドフォークだと思っていたのですが、19世紀アメリカの作曲家スティーブン・フォスター作の曲だそうです。アメリカで最もよく知られた曲の一つとも言われているそうで、ここではテンポの速いロックンロール的なアレンジで演奏され、アルバムは終了します。このアルバムはファーストと間があまり空いていないこともあり、キープコンセプトで作られている印象です。個人的には若干フォーク寄りでおとなしい感じのアルバムだなと思いました。1965年という年、ザ・バーズはデビューとともに大ブレイクし、8月にはイギリスツアーにも出ています。アメリカからは当然飛行機で移動するのですが、その旅の過程から着想を得て8 Miles High という曲が作られました。民間の航空機は通常6マイルから7マイルの高さで飛行しますが、それを超えた8マイルの高さまで登り、見知らぬ街へ降り立つ、そういった歌詞が歌われます。この曲は基本的な部分はジーン・クラークが作ったようですが、クラーク、マッギン、クロスビーの共作となっています。ちなみにジーン・クラークは飛行機恐怖症で、それが原因でこの直後ザ・バーズを脱退したと言われています。一方でこのツアー中、おそらくデビッド・クロスビーが持ち込んだジョン・コルトレーンとラビ・シャンカールのテープをザ・バーズのメンバーは繰り返し聴いていたそうで、彼らは8 Miles High をコルトレーンによるモードジャズの即興演奏や
ラビ・シャンカールのインド音楽シタールの演奏に影響を受けたアレンジで完成させました。そして1966年3月にこの曲をシングルとしてリリースします。しかしその歌詞の内容がドラッグの使用を連想させるとしてアメリカでは放送禁止の対象となりました。チャートは最高14位で放送禁止の措置のせいでベスト10入りできなかったとも言われていますが、アバンギャルドで非商業的な内容から、そのあたりが順当だとも言われています。この曲へのドラッグの影響について当初ザ・バーズ側は完全に否定していました。しかししばらく後1980年代にはデビッド・クロスビー、ジーン・クラークとも当時ドラッグを使用していたことを認める発言をしています。ですがジーン・クラークはドラッグだけではなくいろいろなことがあったんだとも語っています。バンドが大きくなることで増す重圧、人間関係のきしみ、または飛行機恐怖症によって彼は相当な精神的ストレスを感じていたのではないでしょうか。その不安定な心情が投影された曲なのかもしれません。この8 Miles High リリース直後にジーン・クラークはザ・バーズを脱退しています。ジーン・クラーク脱退後4人になったザ・バーズはアルバムの制作に入り1966年7月にサードアルバム Fifth Dimension がリリースされました。クラークの脱退によりマッギンによるオリジナルが増え、クロスビーの曲も共作2曲、単独作1曲と増えました。逆にこれまで必ず入っていたボブ・ディランのカバーは1曲もありません。1曲目 5D と書いて Fifth Dimension ですね。ロジャー・マッキン作による曲でシングルカットされました。フォークロック前としたゆったりとしたサウンドに乗せ、抽象的な歌詞が歌われます。マッキンはその歌詞をアインシュタインの相対性理論についてであるとか説明しましたが、一般にはドラッグソングとして理解されました。2曲目ワイルドマウンテンタイムはトラッドのカバーです。3曲目ミスタースペースマン、マッキンによるカントリー調の曲ですが、歌詞には宇宙人の出てくる SF 的なもので、そのギャップが面白いですね。これもシングルカットされました。4曲目 ICU、 マッギンとクロスビーの共作で8 Miles High に続きマッギンの即興的ギターが聴けるサイケデリックなロックです。疾走感がある演奏とクールなボーカルがかっこいいですね。5曲目 What's Happening、 クロスビーの単独作です。憂いのあるメロディーとシタール的なギターソロが繰り返される曲で、こちらもサイケデリックな雰囲気が漂います。6曲目 I Come and Stand at Every Door、 死んだ少女という放題です。これはトルコ出身の詩人ナーズム・ヒクメットの詩をピート・シーガーが曲にしたもののカバー、1945年広島への原爆投下で亡くなった少女についての歌で、淡々とした演奏になっていて、じわじわと心に来る曲です。7曲目は8 Miles High です。自分がこの曲を初めて聴いたのはですね、まだ20歳になる少し前でしたか、90年代の初め頃ですね。それまでほとんど興味のなかった60年代のロック、特にサイケってなんだって気になりだして、ちょうどライドとかマイブラとかを聞き出した時期だったと思います。彼らが60年代のサイケデリックロックに影響を受けていると聞いて、ちょっと高かったけどこういう CD を買ってみたんですよね。サイケデリックイヤーズという3枚組の CD で1966年から1969年の米 A のロックのコンピレーションですね。これのディスク1の1曲目が8 Miles High だったんですね。これがね本当に衝撃だったんですよ。エスニックなリズムとむちゃくちゃを弾いてるとしか思えないギター、そして歌が始まると一転して美しいハーモニーになる、この一曲でサイケデリックロックの魅力に取りつかれたと言っても過言ではないです。でこのコンピでこの曲を1曲目に持ってきているのは多分この8 Miles High がサイケデリックロックの、最初の1曲だと言われているからだと思うんですよね。正確に調べれば違うかもしれないし例外もきっとあると思うんですけど、ドラッグの影響が見られる幻覚的なサウンドのロックで、最も初期に広く知られた曲であることは間違いないと思います。では、アルバムの紹介に戻ります。
8曲目 Hey Joe、もともとはアメリカのフォークソングでナゲッツの時に紹介したようにザ・リーブスというガレージ系のバンドが1965年にロックにアレンジしてリリースしています。またロサンゼルスのバンドラブも1966年4月にこの曲をリリース。デビッド・クロスビーは以前からこの曲に目をつけていて、彼らに先を越されたことを悔しがったそうです。3バンドとも荒々しいガレージ的な演奏になっていますが、しかしこの曲の一番有名なバージョンは、66年12月にリリースされたジミ・ヘンドリックスのスローなバージョンでしょうね。9曲目はキャプテンソウル。バンド全員の共作によるファンキーなインストです。ザ・バーズの曲では珍しい黒人音楽からの影響が前面に出た曲です。10曲目ジョン・レリーは、トラッドのカバーで、従来のバーズらしさの感じられるフォークロックです。11曲目、最後は242フォックストロット、ザ・リア・ジェットソング。ロジャー・マッギンによる曲で飛行機の離陸する様子が SE としてずっと流れてます。飛行機恐怖症で脱退したというクラークへの皮肉のようにも思えますが、ロジャー・マッキンという人は単純に飛行機が好きだったんじゃないですかね。ザ・バーズの前身のジェットセットというバンド名も飛行機のジェットエンジンから来ているそうですし、歌詞の中でも空を飛んだりというのが結構出てきます。ロジャー・マッキンの歌詞ってちょっと理系寄りというか詩としては変わったものが多い気がします。はい、以上11曲のアルバムでした。このアルバムはごく初期のサイケデリックロックのアルバムとされていますが、しかし意外とサイケ色のないフォーク調の曲も収録されていて、サイケのアルバムとして聴くと微妙に感じるかもしれません。まあジャンルが成立する前の作品なのでそんなものなのかなとは思いますが、そんな中8 Miles High や ICU などは今でも刺激的なサウンドだと思います。この翌年1967年から本格的にサイケデリックロックが流行してロックシーンが塗り替わっていくのですが、その前兆というか先駆けになったアルバムだと思います。ザ・バーズというバンドはフォークロックの機種として登場し、いち早くサイケデリックロックをやり、さらにこの後カントリーロックでも重要な役割を果たす、60年代のアメリカのロックで常に先端を走り影響を与えたバンドです。で、そのオリジナルメンバーだったデイビッド・クロスビーが今年亡くなりました。その時はジェフ・ベックとか、高橋幸宏さんとか、鮎川誠さんとか立て続けだったこともあってか、あまり日本のメディアで大きく取り上げられなかったように思うんですよね。それがちょっと残念な気持ちがあって、ザ・バーズに関しては詳しい動画を作りたいなと思いました。で、パート1、パート2作ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。できたらこれ以降のザ・バーズやクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングの動画も作りたいと思っていますんで、よろしかったらチャンネル登録をして待っていてください。ご視聴ありがとうございました。